増やすよりもビジネスを成功させることの方が100倍簡単です。マジです。こんにちは。スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミーザガイアハウスオーストラリアの会員先生術師新海真希です。今日は先生術と願望実現の関係についてのお話です。私は今現在2万件以上のセッションを経験しているんですが、そこで成功している人とスタックしている人の違いに気がついていきました。で、実は夢が動かない人の多くは2つの大きな勘違いをしているわけなんです。で、逆に言うと、ここだけ気づいて、調整していけば劇的に結果は変わり、夢は動き出すということですので、今日はこの2つが何かということをお話ししたいと思います。そしてそのためにも先生術が必要だから私は先生術をやっているのよねということになるんです。で、私は個人セッションで西洋先生術に小惑星の星読みも加えた新時代先生術ですね。これが必要な理由は他どうかでも話してますが、特に人生40代後半は小惑星の影響をすごい受けるんで、これをぜひ西洋先生術にも組み込みたいということで、私はこれも読んで、セッションしています。で、その先生術とですね、夢実現へドンピシャのメッセージをくれるカードリーディングといえばこれと自信を持ってお届けするセプタグラムソウルジャーニーのカードリーディングですね。これをセットにして個人セッションを提供しています。で、その理由こそ今言ったように、この2つのメソッドっていうのは皆さんが豊かで満ち足りた幸せな人生を送るためにはここにエネルギーを注いでください。そっちじゃなくてここっていう一番大事なことを教えてくれるツールだからです。皆さんその頑張る場所を勘違いしているということなんですね。それだとどんだけ努力してもそこじゃないところに時間とエネルギーを費やしてるから動かない。で、多くの人の勘違いはそこにあって、で、頑張る。でもうまくいかない。で、多くの場合、ここをやっちゃうんですけど、よし、もう一度私再誕生して頑張りますと思って SNS を始める。SNS の発信を頑張り始めてしまうわけです。で、実は一生懸命そこを努力しても表現しても、あなたの思いを受け取ってもらえる場所ではない人も多いんですね、そこが。そこに気がつかないと、そこに頑張って燃え尽きてしまって、やっぱり夢を諦めましたという人が結構多いんです。で、それ私のセッションを受けるまで、その事実に気づかず、すごいもったいない十数年間とか人によってはですね、費やしている人もいます。で、そのエネルギーを逆にあなたの魂が本来求めている別の方向へ向けてあげるだけで、驚くほど簡単に夢は叶え始めます。そのための大切なエネルギーの使い道について、自営業を成功に導いて高い波動の人生を現実化するためのお話を今日はしたいと思います。先ほど言ったように思うような結果を出せなかった人の多くは2つの勘違いからの努力が無駄に終わったわけです。ここに気づいてもう一度だからトライしてみてほしいんです。私と初めてセッションした時にこういうわけです。自営業うまくいかないんですけどどうすればいいでしょうか。ここから最初のセッションは始まります。で、今はその SNS があるために誰でも気軽に宣伝できそうな気がして、で、それで周りが成功しているような投稿を見て簡単にうまくいくんじゃないかと思って期待してやっちゃうわけです。でも実際にやってみるとフォロワー増えないしリール回らないしそこからお客さんも来ないという現実に直面する。そうすると期待してた結果と違う。で、発信やに時間とかね、すごい費やす。プライベートな時間も無駄にする。で、やった分、その分、がっかり度合いも高い。そこで、自営業をやっぱり成功させるって難しいのねって言ったら諦めてしまいましたって、この状態で初めて出会うことが結構多いということなんですね。でも私自身もそうだし、私の継続セッションしているクライアントさんたち、しっかりと成功を収めて豊かになっている人いっぱいいます。その人たち、発信に時間を奪われている人って
ほぼいないんです。そんなことしなくて満ち足りた人生を送ってる人の方が実は多いんです。だからこうやって結果を出している人と悩んでいる人たちが頑張ってる場所が、違うというのが事実なんですね。つまり一つ目の勘違いは、うまくいかなかった人たちは仕事と SNS への発信とのつながりとその使い方について大きな勘違いをしていて、だから努力をしている場所が違ったということなんです。これが一つ目の勘違いです。ビジネスの成功とフォロワーの数、関係を気にしすぎているということですよね。で、本当は SNS でリール回らなくても、フォロワーが増えなくても、夢を諦める必要は全くないんです。だから発信方法を学んだり、うまくいかないから投稿の方法を変えたり、毎日やってみたりとか、いっぱい時間を費やしてやる。でも増えないっていうことは、フォロワー増やすってめちゃめちゃ難しいっていうことなんです。その一番難しいことにエネルギーを費やしている人が多いんです。これ皆さんの夢を壊すために言ってるんじゃないですからね。これも勘違いにしないでくださいよ。何度も言いますが、夢を諦めないために言ってます。一番大事なことを今から言います。よく聞いてください。フォロワーを増やすよりもビジネスを成功させることの方が100倍簡単です。マジです。だからそんな難しいことしてないでもっと簡単な方法をやればということなんですよ。もうフォロワーを増やすために費やしている時間とかお金に比べたらビジネスを動き出す軌道に乗せるっていうのよほど簡単なこれだけやればいいよっていう道があるんです。だからみんな SNS うまくいかなくても諦めないでもう一回夢にチャレンジしましょうということなんです。発信にはすごい時間がかかります。この時間を削ってください。他のもっと大切なことに一生懸命になってください。例えば私は25,000人の YouTuber の今フォロワーがいますが、こうなってるからこそ動画を出せば、そして私がやるテーマが決まってるから、もともとそのテーマが好きな人たちが今25,000集まっているので、ここで発信するとさすがにたくさんお客さん来てくれますし、集客につながったりします。でも今私が新しいアカウントを持ってませんが、作って全く同じ動画を、冥王星逆行動画を上げたとします。何が起こるか。多分ほぼ回らない。そっからお客さんも来ないんです。だから内容でもないし、何時に投稿するかでもないんです。今残念ながらですね、このアルゴリズム上では新規の人がチャンスを得るというのは SNS 非常に難しくなってます。だとしたら一生懸命そこにエネルギーを費やしてすごくいい動画を作って同じ動画1万件回ってるのに自分は新規だからって言って回らない、またいろいろ時間をっていうのはもうすごくもったいないということになるんです。なのでゼロから始める SNS 発信、もちろんしちゃダメということはないです。それももちろんやっていけばいいんですけれども、そこに全力投球して燃え尽きる人が多いので、それはコストパフォーマンスもタイムパフォーマンスもすっごい悪いところだということに気がついてほしい。集客に結びつけるためにはそこの場所じゃないということなんですね。でもちろん皆さんの目的がインフルエンサーになるんだったらそれ頑張るしかないんですけど、多くの人は夢を叶えるために SNS を使いたいだけだとすると、そのフォロワーを増やす必要はないんだよということです。さっきも言ったように私のクライアントさん1000万以上稼いでいる自営業の人いっぱいいます。継続セッションの人すごく多いし、私がビジネスを成功させている先生術師ということで YouTube からも自営業の人がやっぱりたくさんね継続セッションに来てくださる。で本当にフォロワーは、3桁台以下ね、1000いない人によってはもう10人20人という人もいっぱいいます。でも年収1000万いってます。これが現状ですということです。なのでじゃあまず発信を頑張るという誤解を解いてください。じゃあそこに費やしていた時間やお金やエネルギーですね、ここは何に費やせばいいのかということなんです。でじゃあ無駄じゃないフィールド
っていうことになりますが、SNS は基本的に無料で情報が欲しい人とか、軽く笑える何かを求めてる人たちが集まってる場所です。で、そこはビジネスをする場所じゃないんです。だから私も今こうやって YouTube を撮ってますが、これで集客しようと思って撮ってるわけじゃないです。後で宣伝もさせていただきますが、本当にこれは皆さんが欲しい情報として勘違い2つあるよっていう、そういうのを知りたい人に向けて発信してます。これが SNS のやり方なんですね。ですから私もこの恩恵には感謝してますが、これを集客の道具として SNS を始めることが違うんだよっていうことなんです。で、自分もだから発信する側になった時についそれ忘れちゃいますよね。聞いてる時は無料で情報が欲しくて聞いてるはずなのに、なぜかそこで集客しようとすることがおかしいわけです。で、ビジネスはもっと簡単。1万人に届ける必要はないんだよってことです。さっき言ったように。何回も言ってますが、1万人はすっごい難しい。なので違う。じゃあちょっと分かりやすく言うと、例えばうちはレムリアンクリスタルというのも売っていて、一番多くの方が買っていただくうちの、グッズなんですけど、レムリアンクリスタルを売りたいなら、本気でレムリアンクリスタルを探している人が5人集まってる場所でレムリアンクリスタルをプレゼンする。その方が、それが仕事です。だけど、簡単に運気が上がる方法ないかなってランダムにスクロールしている1万人に一生懸命届けようとしても、1万人見てもおそらく1人も買わないんです。それを求めている人たちじゃないからです。無料で運気が上がる方法を求めている人を1万人見てもらったってレムリアンの場合はしょうがないということですね。だから不特定多数にフォロワーを増やすというエネルギーに振り切ってるのは本当に難しい。あなたのサービスを必要としている人たちが少数でも5人でもいいから集まってるフィールドを見つける。で、見つけてそこに参加できるようになる。で、そこで表現する機会ももらえる。これをするための努力をするのが最短距離です。フォロワー増やすより全然ここに努力する方が簡単だから、最短これに向けて頑張れば1日で明日そこで発信させてもらえるわけですから。自分の発信のフィールドを増やす必要はないということなんですね。それこそが時間とエネルギーを費やす必要があるということです。だから私のクライアントさんで成功者のほとんどは実は SNS ではビジネスの発信してなくて、必要でいる人たちのところに月に1回行ってそこでプレゼンをしている。それだけでうまくいってる人がいますから、皆さんもその方法に振り切っていった方がいいのではないかと思います。実際に例えば私のつい身近にあったことでも、初めてセッションをした人、それまであるグッズを売っていた、1個も売れたことがないという人でした。でもガイアハウスの例えばギャザリングにちょうどその人のそれを必要としている人がいた。そこでプレゼンをして短く喋ってもらったら、その途端ドドドドドって売れたんです。こういうことです。SNS で1000人のフォロワーを増やす努力をしないで、ここで喋るっていう機会を得ただけで物は売れた。こういうことなんですね。で、もう一つの勘違い、2つあると言いました。それは引き寄せの法則の勘違いです。なんかポジティブな発言や発信をしましょうって習いますね。そういう投稿とかビジネススクールに行くとね。で、もちろん楽しい内容とか優しい心ほっとするような笑顔とかもう大好きです。みんな心癒されます。だけどそれはなんか物を買うために、見ているわけではないんですね。で、もう一つはそんな中でもやっぱり必要なものだと思って皆さんのビジネスのところに来てくださる方もいるわけですけれども、このポジティブな発信をしていればそこに引き寄せられるとか、ビジョンボードでポジティブな写真貼っとけば引き寄せられるっていうものが引き寄せの法則だと勘違いしている人結構多いです。私の初めてそのセッションをするまでそうだと思ってやってきてるけど何も引き寄せられないんですっていう人多いんですよ。いやいや違う引き寄せってそうじゃないっていうことなんですね。一番大事なのはその人の内側から発している周波数に引き寄せられるということです。
だから発信すごく頑張ってフォローを増やすために毎日投稿したりして、それが本当に好きだったらいいんですよ。それが私大好きなのにいる。何も言いません。そんな人をドキッとしないでください。どんどん続けてください。だってそれが喜びだから。でもそうじゃなくて、これをやりたいがために仕方なく一生懸命やってる人っていうのは、発信ばかり言われるまんま先生に言うためにポジティブな発信してるんだけど、心ボロボロなんですよ。私のところに初めて来た時にもう疲れ果てて疲弊しているんですよ。自分自身のメンテナンスがつまりできてない、低い波動の状態でポジティブな発信をしていても、引き寄せられるのはあなたの波動だから、キラキラした世界をビジュアライズしても、ビジョンボードに欲しいものを書いても、それだけでは高い波動の人生はやってこないということです。で、何をするかというと、なんで内側の波動を高く保つ努力をした方がいい。投稿毎日を例えば1週間に1回に書いて、その余った時間で波動を上げるためのいろんなことがあるんで、それにエネルギーを費やしてしまった方がいいよっていうことです。本当毎日の SNS に疲れ果てて波動落ちてる人すごい多いから、これじゃ本末転倒ですよってことです。皆さんの波動が高くなれば、たった1回の投稿でも引き寄せられる可能性は常に多くなっていきます。波動を上げる方法とかもまさにこの YouTube の動画内でいっぱいいろんな動画上げてます。こういう言葉言わないでねとか、朝これしてねとか、ぜひ投稿に費やす時間をそっち側に皆さんちょっと変えていただきたいと思います。ということで、ちょっと3つね、もう一度最後に成功の流れをつかむためにやるべきこと3つにまとめました。まずは自分がどのフィールドで頑張ればいいのか、的確なフィールドを知って目標設定をして、そこに頑張ることです。SNS にエネルギーを注ぐものをこの場所に注ぐ。で、あなたのじゃあフィールドがどこにあるのかっていうのは、そのために私は占星術をやっていて、占星術のバースチャートとセプタグラムのカードリーディングで分かります。この自分のフィールドが分かってない人も多いので、分かる人はすぐそれをやってください。分かんない人はそういうものを助けるためにセッションっていうのもありますよ。ここ今私宣伝しているわけですけれども、あります。それから次に波動を上げる習慣を身につける。さっき言ったようにですね。で、これは、私の提供しているものだと、セプタグラムソウルジャーニーコーチング講座というものを受けていただくと、どうしたら波動が上がるのか、それからどうやれば自分の強みが発見できるのか、どういう目標設定をすれば宇宙が認めてくれる波動になるのかっていうことを徹底的に学べます。宣伝してますけれども、でもこれもいいです。で、マニファステーション実現プロジェクトというのもやっていて、そこも波動が上がっていきます。ですが、これも言ったように、すでにその波動を上げる方法の動画いくつかこのチャンネル内にあるので、それを見ていただくという手もございます。それからもう一つ、最後は必要な場所で表現するための、さっき言ったこのフィールドでプレゼンしただけで物が売れたわけですね。そういうつながりを構築する努力。不特定多数のフォロワーを増やすよりも、自分の必要なフィールドにつながっていけるためのが少ない1人でも2人でもつながり、このためにエネルギーを費やすということが大事です。私の場合はまさにマニフェステーション実現プロジェクトっていうこのプロジェクト内でそういうつながりがみんな生まれてます。さっき言った一度に売れた人もこのフィールドの中に入って、そこでのプレゼンが効果がありました。ということで、セッションではね、まず自分の使命、宇宙からの契約、どの契約をしてきたか、そこで頑張ればいいっていうところが分かりますし、波動を上げたり、人とのつながりをっていうのは、こういう私が提供しているメソッドでもできますよということも言いつつ、ただ今これ話を聞いただけでピンときて、自分でちょっとSNS にエネルギー全振りしてた波動逆に落ちてるんだ、ちょっとお休みしてもうちょっと違うとこやろうとか、もっと自分の好きな自分が心が高くなるような波動が高くなるようなやり方に変えようとかしていくなどの、ちょっとねチェンジをしていただきたいと思います。だから占星術もそのためにあるということも忘れずに付け加えておきたいと思います。最後にもう一度言います。SNS で成功するよりビジネス成功する方が本当に簡単なんで、SNS で心折れた人ももう一度ぜひチャレンジしてみてください。ということで素敵な人生を送ってください。